今週テスラから1000万という数字が2回出てきました。1回目は7月30日、フリーモント工場で累計1000万台目の車両が生産されました。これは達成された実績です。2回目はその翌日、テスラの AI 責任者がオプティマスについて訂正します。1000万台ですと投稿しました。これはまだ何も作られていない長期の能力目標です。おはようございます。ケンです。同じ1000万ですが、中身は全く違います。片方は18年かけて積み上げた累計。もう片方はこれから作る工場の年間能力目標。この2つを同じ指標として比べてはいけません。ただ、正しく分けた上で並べると、テスラという会社をどう評価すべきなのか、これが見えてきます。実績、その実績が示す能力、ロボタクシーとオプティマスへの転用、そして証明されていないこと、この順番で今日は見ていきたいと思います。まず、達成された事実から見ていきましょう。テスラは今週、フリーモント工場で累計1000万台目の電気自動車を生産しました。EV 専業のメーカーとして生産台数が8桁に達したのは世界で初めてです。注目してほしいのは速度の変化です。最初の100万台に12年、そこから1000万台までわずか6年でした。9倍の量をその半分の時間で作ったということになります。つまりテスラが本当に積み上げたのは車そのものではありません。新しい技術を量産できる製品に変える仕組みなんです。ここが今日一番大事な前提になります。ただし、順調というわけではありません。2023年に181万台という過去最高を出した後、テスラは2年連続で販売を落としています。車種の老朽化、競争の激化、そしてイーロンさんの政治的な活動への反発が理由として指摘されています。サイバートラックも量を稼ぐ主力にはなりませんでした。明るい材料もあります。今年の第2四半期は前年同期比 25% 増、ヨーロッパのガソリン価格の高さが EV 需要を押し上げたともされています。ここで押さえたいのが自動車事業の位置づけです。車の事業は今も AI、ロボット、自動運転への高額な投資を支える資金源なんです。テスラが自動車会社を辞める話ではありません。逆で、この投資を続けるには1000万台よりずっと多くの車を売り続ける必要があるんです。1000万台はイーロンさんの報酬パッケージにある2000万台という節目のちょうど半分でもあります。では、ここからが今日の本題です。この量産力は次に何へ転用されるのか。一つ目がロボタクシー。ただし現状はゆっくりです。ベイエリア、テキサス、フロリダでモデル Y のロボタクシーが少数動いていますが、その多くには人間の監視者が登場しています。そして7月30日、NHTSA が Amazon 傘下のズークスにハンドルもペダルもない専用車両で有料営業を行うための一時的な連邦基準の適用除外を出しました。年間最大2500台、2年間という条件付きです。そしてサイバーキャブにもハンドルとペダルはありません。つまり同じ門をくぐっていくんです。ここが大事になります。ロボタクシーは車を作れるだけでは成立はしません。規制の承認と毎日運行を回す仕組みがいります。ズークスはそのうち規制の1段階を先に越しました。テスラの敗北という話ではありません。ただ、量産力だけでは埋まらない領域があるという事実は残ります。こちらに関しては昨日の YouTube で詳しく話していますので、ぜひ昨日の YouTube の方もご覧になられてみてください。そして2つ目が転用先っていうのがオプティマスになります。7月30日、テスラの AI 責任者のアショックさんが X に3語だけ投稿しました。訂正します。1000万台ですと。この数字を正確に分類していきたいと思います。これは年間の生産能力目標であって、今作っている数でも売れる見込みの数でもありません。しかもギガテキサスに建設中の2本目のラインの話なんです。1本目はフリーモント工場の中にある年間100万台規模のラインです。ここには今年生産を終了したモデル S とモデル X が使っていた床、これが当てられています。
2本目がギガテキサスの専用工場です。5月に最初の鉄鋼が立ち、量産に届くのは2027年度中です。ただこれもあくまで予定です。1000万体っていうのは、この2本目の長期的な能力目標となっています。だから、こうは言ってはいません。テスラは1000万体のロボットを作っているとは言ってはいないんです。次の1000万台目は、オプティマスだとも決まってはないんです。規模感だけ言うと、年間1000万体っていうのは、多くの国の新車販売台数を上回るんです。それだけの構想だということになります。では、車で積み上げた力はどこまで持っていけるのか。持っていけるものとしては、工場の立ち上げ方です。部品の内製と原価管理、ラインの設計と自動化、そして何より新技術を量産製品に変える力そのものなんです。モデル S とモデル X の床がオプティマスのラインになった。これは比喩ではなく物理的に転用された例です。そして持っていけないものとしては規制の承認。これは台数では買えません。そして運行の仕組み。これも廃車も清掃も故障対応も作る力とは別の能力になってきます。そして需要です。作れるということと売れるということは違ってきます。イーロンさんは年産100万体に達した時のオプティマスの製造価格を1体2万ドルから2万5千ドルと見積もっていました。ただ、その10倍の規模でいくらになるかっていうのは述べてはいません。原価も用途も需要もまだ埋まってはいないんです。はい。ということで、ここまでの流れ、整理をします。実績としては、累計1000万台目の生産。1000台目はフリーモント工場です。最初の100台に12年、そこから6年で1000万台です。ズークスが一時的な連邦基準の適用外を今週取得しました。そして、進行中のこととしては、ロボタクシーの技術と運行の展開です。そして、オプティマスの開発と生産準備っていうのも進行中です。さらには AI と設備への投資というのも行っています。長期の目標と構想としては、ギガテキサスの2本目のラインで年間1000万台です。オプティマスを世界規模の量産製品にしていくことを今目標としています。AI 投資を大きな利益に変えること、この3つっていうのはまだどれも証明はされていないんです。その上でテスラが証明すべき条件というのは3つあります。1つ目としては有用性です。ロボタクシーもオプティマスも本当に役に立つと示せるのか。そして2つとしては量産です。能力目標を実際の台数に変えられるのか。そして3つ目としては事業化です。それが利益になるのか。この3つのうち、テスラがすでに世界最高水準に示しているのは真ん中の量産だけなんです。だから最後の問いはこうなります。テスラは自動車会社から量産プラットフォームに会社になっていけるのか、新技術を量産に変える形を車以外にも当てはめれるのか、証明できれば累計1000万台っていうのは通過点になっていきます。できなければ自動車会社としての到達点として記録されるんです。未来を先に生きる僕らとしては大きな数字に驚く人ではないんです。その数字が実績になってくるのか、計画なのか、構想なのか、これを見分けていくということが大切になります。今日の1000万体っていうのは片方が実績で片方が構想でした。次に大きな数字を見た時もそこをしっかりと見ていきたいと思いますけれども、オプティマスが実際にどれくらい年間に売れていくのか、そして年間どれくらい販売していくのか、さらには今回車が1000万体ですけれども、この1000万体が2000万体になるまでの時間、これも今後どうなっていくのかっていうのはしっかりと追っていく必要があるんではないかと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 313.03 ドルで、今週末が 311.21 ドルということで、あまり変わらない。これが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は519票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 49% ですが、正解はあまり変わらないですので、13% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきます。コメントですが、今回は全員
不正解となっております。ということで、連続正解もなしです。はい。では、このアンケートなんですけれども、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ、皆さん参加されてみてください。そして、こちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは、株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など、いろいろとあると思いますが、実際に毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。